は。今回は先日のツーリングで外れてしまったチェーンの交換をします。チェーンを切ったり、切れかかっていた配線を直したり、スプロケットを純正に戻したり、ついでに TLR200 の小さすぎるブレーキペダルをホンダ XR650L の車外ペダルと交換したので、そちらも動画の最後にご紹介します。少し細かい作業が多いですが、皆さんのチェーン交換の参考になれば幸いです。それでは本編のスタートです。それでは作業を開始します。まずは現状確認です。テンショナーが緩んでいたためか、チェーンはダルダルで、リアホイールは錆の粉だらけでした。チェーンを外していきます。クリップ式のノンシールチェーンを使用しています。 TLR200 はパワーも小さく、オフロード走行をするのでガシガシ洗えるノンシールチェーンを使用しています。チェーンのクリップを外すときはいつもウォーターポンププライヤーを使っています。ちょうどいい幅に開けるので外しやすいです。ガタガタになったチェーンテンショナーです。一旦取り外しておきます。パルスジェネレーターの配線にチェーンが噛んだらしく、切れかかっていたので一度切り離して補修をします。今回はギリギリ切れていませんでしたが、もしあの時切れていたら自走での帰宅は困難でしたので、チェーンの走行前点検は大切ですね。配線を直す前に汚れを落としておきます。切れてしまった部分の被覆を剥ぎ、熱収縮チューブを通し、スプライスで結線をしておきましょう。私は結線にはハンダは使いません。ハンダが流れて配線が硬くなると面倒なのと、振動に弱くなると聞いたことがあります。両側をスプライスで圧着したら、ライターで熱収縮チューブを炙ります。もう一層配線の外側に収縮チューブを入れておけばよかったのですが、忘れてしまったのでコルゲートで保護をしておきます。あとは元に戻しておけばパルスジェネレーターの作業は終了です。今回も KMC の520チェーンを使用します。前回交換時から3年は持ったこと、これまでトラブルがなかったことから、価格の安い KMC のノンシールチェーンを使用します。ドライブスプロケットを外します。巡航速度を上げるために GB250 のものをつけていました。取り付けにはチェーンカバーの裏側を削る必要があります。長めのツーリングをする際には活躍をしていました。チェーンを交換する前に洗浄をします。スプロケットカバー内は油と土、チェーンから出た錆が混ざった汚れが堆積しているので、オイル漏れの点検のついでにしっかりと
清掃しておきます。そういえばハブダンパーがかなり傷んできています。以前交換しようとしたらハブが割れてスポークを貼り直す羽目になったので、どうしようか迷っています。確かパーツリストにもなかったような気がします。リアアクスルを緩め、チェーンアジャスターを緩めます。新しいチェーンを通していきます。古いチェーンを使って巻き込んだ方が簡単なのですが、今回はしっかり洗浄したかったので一度外しました。純正のスプロケットに戻して、次はチェーンの長さを調整していきます。TLR200 のチェーンのリンク数は96リンクです。長いチェーンの方が安かったので、位置合わせをしてからベルトサンダーでピンの頭を落とします。チェーンカッターで長さを調整するときはピンの頭を落としています。そのままでも抜けるのですが、かなり硬いので工具が傷みそうです。実際に削るのが面倒でピンをそのまま抜いたことがあるのですが、見事にハンドルが曲がってしまいました。接続のコマをつけてクリップをつければ完了です。クリップの向きは進行方向が割れていない向きにしましょう。またしっかりとはまっていることを確認してください。あとはスプロケットカバーをつけてチェーンを調整して、リアアクスルを規定トルクで締めたらチェーンの交換作業は完了です。締め付けトルク等は概要欄に載せておきます。さて、作業も終わりなのでブレーキペダルの紹介をします。実は TLR200 は XR650L のペダルを少し加工すればつきます。ペダルの面積が広くなってスタンディングが楽なのでとてもおすすめです。最後は急ぎ足での紹介となりましたが、詳しく知りたい方はご質問ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。